はい。こんにちは。柴崎です。お元気でしたか？よかった。前回は、柴崎のね、500万回再生されている、この木の描き方。この木の描き方を、本当にあなたが描けるようになるために、ちょっと分析してやってみましょう。というのの第1弾目でした。ね。そして、その時にお勉強したのは、これでしたね。顔というか両方見せなきゃいけないから。こっちは、これでしたね。はい。ドライブラシっていうことでしたね。で、あの500万回再生の木は、ドライブラシをまず使ってあるんだ。で、ドライブラシっていうのは、ね、基本テクニック編でちゃんと僕アップしてありますので、もう一回見てほしいんだけども、でも改めてお話ししましたね。で、それを使って、ドライブラシだけで木を描いてみました。ちゃんと木になりましたでしょ？うん。さて、今日はそのね、紙を、ちょっと待って。これね、ブロックでなってるからね、ちょっと剥がすね。ブロックってね、いいんですけど、これ剥がすのめんどくさいんだよね。ちょっと待って。すいません。こういう時、若い時ってすっとこういうことはできるんだけど、だんだんできなくなるのね。そんなこと言ってましょうかね。ちょっと待ってくださいね。何やってるかわかんないでしょ？よいしょ。で、今回はね、この木。ドライブラシだけじゃないんだよね。皆さんがびっくりしたテクニックですね。そんな風にやっていいんですかみたいなやつです。ほら、筆をバラバラにして書くやつでしたよ。バラバラにして。でもね、あれがね、正直はカチャカチャって書いてましたけど、あれだって実際にやってみると、やっぱりコツがあるんですよね。だから今日はね、この木がドライブラシでできていて、なおかつ筆をバサバサっと割って書いたテクニックでもやってるんですから、今日はそのバサバサをもう一回、ね、どうしたらいいか、何が難しいか、そこに解決策がどこにあるか、ということをやってみたいと思います。そこでですね、筆を割るっていうの話でしたよね。じゃまた分かりやすく、じゃあこのグリーンの2番でいきますね。絵の具は濃いめにたっぷりとでしたね。そして、これを筆をこう持ってきて、左右にこう振るとこうなる。こうですね。こうです。ね、それでこれで柴崎はこう書いたんだよね。これですよ。これね、最初見た人はそれなりに驚いたかと思うんだよね。だって筆こんなの使わないのよ、普通はね。で、これを見てやってくれた人は、あなたを含めて世界中にどのくらいいるのかな。で、その中で、なるほど、こうやったらうまくいくわ、と、すぐできた人は何%いるかな。柴崎も興味ありますね。統計取ってみたいからです。でもね、柴崎の生徒さんにこれをやらせると、結構できないんですよ。でも僕はね、この絵の時はそんなこと言わないで、さらさらっと書きましたけど、実際やらしてみると、僕の生徒さんでは、パッとできる人が10% いないと思う。いないんですよ。あなたはどうだった？できた？でもね、できたと思っても、こうなってなかったかな。こうやって筆割って、ね、ここまではできたかもわかんない。
でもこれもできない人もいるんだよね、結構ね。でこうして、これをやるんだけど、こんな風になった人いなかった？もう一回こんな風に。もう一回やろうか。こうやって筆を割ってきたんだけど、なんだか、こんな風になった人。あなたはどうです？こうなんなかった？結構なってる可能性あるんだけど。だって僕の生徒さんで見れば、90% 以上の人はこうなるんだもの。まあ、こうなるのはね、でもね、なんで、当たり前と言ったら変かな。まあ当たり前かもわかんない。ね。普通の動きかもわかんないんですよ。なぜかというとね、特にね、まあ僕は、それほど実際に、ヨーロッパとかね、アメリカとか、アフリカとか、ね、その他の国々の方たちの、この筆の扱い方っていうのはよく見たことないんですけども、少なくとも中国の方とかね、日本の人々はね、これね、筆といって、もともと字を書く道具なんだよね。はい。だから、これでね、これを持つとね、つい字を書きたくなっちゃうんですよ。で、字というのは、ね、アメリカ、ヨーロッパの方、その他の国の方たち、日本や中国の字って面白い形してるでしょ？はい。あれをちゃんとね、書く手順があるんですよ。で、まあ、一番わかりやすく書くと、例えば、大っていうね、大きい。まあ、ビッグって意味なんですけど、ビッグって字を書くと、こうやってですね、こうやって、こうやって書くのが普通なんですよ。ええ。これで何がわかるかっていうと、必ず筆は、こう、こう、そして上から下、上から下、というふうね、筆先を揃えて、こう、ピンって尖らしたままね、上から下って書くこと多いんですよ。下から上ってのはね、結構少ないんですね。絵の一部として、下から上というのはあるんですけども、字だけで見ると大概上から下なんですね。だから、この筆を持つと、まずはバラバラにするってことがまずできないのね。でバラバラにしたとしても、つい、ここまで来てから上から下へと、こうやってしまうんですね。うん。自然の動きになっちゃうんです、こうやって。あなたはどうでしょう？で、これを逆に、バラバラにしてから、こう持ってきて、下から上というふうにね、なかなかやらないのね。ましてやこれをこうやってきて、真上からってことはね、こういう字の書き方は絶対に日本に、多分中国もないと思うんだけど、ないんですよ。だから、こういう筆の使い方は絶対しないのね。うん。だからみんな、もし、こうなってしまったら、これは、ごく自然の、ね、字を書くための筆の動き。うん。で、柴崎の方がちょっとクレイジーなんだよね。こうやるっていうのは、クレイジーなんだっけ。でも、これは字を書く道具じゃないもんね。絵を描く道具。だから、クレイジーでいいんだよね。皆さんたちがクレイジータッチになったか。それとも、なんかね、ノーマルな当たり前の、こういう字を書くタッチになったかによって、できたりできなかったり、ということなんですよ。うん。あなたはどっちでした？クレイジーになれた？アーティストになれましたか？これがコツなんだから。だから、うん。ね。このね、この柴崎のこの木を
書いてみて、なんだか筆を割るってのはもうそれ自身がちょっと抵抗あるな。でも実際やってみよう面白そうだから、やった。でも、やったら、あれなんかみんななんかこんなんちゃうぞ。なんか変だな、うまくできないな。と思った。あなたはいましたかね。そこがね、この木をね、上手に描けるかどうかの分かれ目だったんですよ。ね。だからこのクレイジーなこのアートのタッチだけで今日は木を描いてみます。ね。はい。前回はドライブラシだけで描いたけど、これだけで今日描いてみるからね。もう描く場所なくなっちゃった。柴崎喋りすぎて。ここら辺に描くね。画面で映ってるかな？大丈夫かな？じゃあここら辺にいいよね。重なってもね。いいですね。じゃあ今日ちょっとこう読みだね描くね。はい。だから、こうやって筆をこうガチャガチャって割ったら、こうだよね。こう。ほら。これでもうなんか楽しいもんね。絶対に。それで、ここでちょっと乾かして、他の色でもいいんですよ。なんかちょっと赤色なんかもね。こう、またこいつもこうやって加えて。ね、楽しいですね、こんなね。もうこれで木になるんだもん。すごいのね。そして日陰は暗くって冷たい色だから、まあ、なんでもいいですってことないけども、まだ少しブルーを加えたような、ちょっと黒っぽい色の方がいいんですね。明暗ですから。で、ここ下の方が、こうやって、バシャバシャ、こうだよね。こうやって、ほら、もう、ちょっと木っぽく見えるでしょ？それで、ここで、じゃあこのまま書いちゃおうかな。こうやってね。ほら、これ木なんだから。だから、これをね、もう、こうやって上から下にこうなってしまった人、まあ、これは当たり前。当たり前。だから、でも今日から当たり前ちょっと忘れて、もうちょっとね、クレイジーなタッチでね、アーティスト。こういう風に、やって木を描いてみる。ね。そうしたら、柴崎のこれのね、この500万回再生のこの木にあなたももう一歩近づけます。で、この木のね、どこにそれを使ってあるかね、もう一回再生してみてください。必ずちゃんと使ってあります。ね。見えとかの、もう一回見えないといけないから、これにもう一回木描くね。ほら、こうやって、ガチャ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 。面白いでしょこれ。こうやって、じゃあイエローなんかも出して、ですね。少し、まだちょっとグリーンのある部分も一部残してあげて、そうなんだもんね。それで、木の底の部分、日陰の部分も少しこうやって、それで木の幹を描くんでしたね。こういうことだから。ほら。ね。これが今日の第2回目のね、この木をあなたのものにするための秘密っていうか、秘訣。ね。その勉強でした。次回は第3回目でして、もう一歩突っ込んでみたいと思います。はい。今回も最後まで見てくれて、本当にありがとうね。またすぐにお会いしましょう。はい。それではまた。でもその裏にまだある部分ってね、なかなかできないのよね。それがプロとアマチュアの差なんだよ、きっと。こう法則になってきてしまうとね、同じような形ばっかりになっちゃうんですね。だけどこの次の隠し技がわからない。こういうところでね、絵に差が出るんですよ。これがね、なかなかプロが教えないね、部分なんですよ。やっぱり木上手になった方がいいでしょ、絶対に。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いいたします。